はい、どうも藤井です。今回紹介するのはデッドカンダンスです。デッドカンダンス、このグループの音楽、どれくらいの方が聞いたことあるでしょうか。ブレンダン・ペリーとリサ・ジェラルドの男女2人のグループですが、リサ・ジェラルドさんは NHK 大河ドラマ龍馬伝のテーマを歌っていたといえば覚えている方も多いかもしれませんね。しかしこれとても印象的な歌声ですけど、何を歌っているのか、どんな歌詞なのかご存知ですか？そういったあたりも喋っていければと思います。このチャンネルでは1972年生まれの私藤井が自分の好きな影響を受けた CD やレコードを紹介しています。80年代の日本と英国を中心に徐々に範囲を広げていくつもりなのでよろしくお願いします。デッドカンダンスはオーストラリア・メルボルンで1981年に結成されています。結成当初はギターボーカルブレンダン・ペリー、ベースポール・エリクソン、ドラムサイモン・モンローという編成でしたが、後にボーカル・パーカッションのリサ・ジェラルドが加入します。地元オーストラリアではあまり人気を得られなかったようで、1982年にはイギリスへ活動拠点を移します。その頃にドラムがピーター・ウルリッヒに変わっています。83年にはインディーレーベル 4AD と契約し、1984年にファーストアルバムデッドカンダンスを発表します。このアルバムの音楽性は、簡単に言ってしまえばジョイ・ディビジョンと黒糖ツインズを足して2で割ったようなサウンドで、当時イギリスで隆盛を誇っていたゴシックロックのバンドとして受け入れられました。しかしこの後にバンドは分裂してしまい、デッドカンダンスはブレンダン・ペリーとリサ・ジェラルドの2人組になりました。1985年にはセカンドアルバムスプリン&アイデアル、憂鬱と理想という放題ですね。こちらを発表。2人組になったことでロックバンド的サウンドは減り、クラシカルな要素が増えました。しかしまだドラムスがビートを刻む曲も多く、ギリギリロックのジャンルには収まっているかと思います。1987年にはサードアルバム Within the Realm of a Dying Sun、暮れゆく太陽の王国でを発表。ここに至りロック的要素はほぼ消えてしまい、クラシカルなストリングス系の音に乗り、2人のどこか悲哀に満ちた歌が響く作品になりました。そして1988年に発表されたのがこのフォースアルバム The Serpent's Egg です。基本的には前作の延長線上にある作風ですが、非ヨーロッパ的な民族音楽の要素も目立つようになってきました。1曲目 The Host of Seraphim、 オルガンとティンパニーの響きからのリサ・ジェラルドのボーカルは神々しいほどで、ちょっと鳥肌が立つような感覚さえあります。2曲目オルビス・デ・イグニス、鐘の音と歌のみの教会で歌われるチャントのような短い曲です。3曲目セベランス、オルガンに乗せてブレンダン・ペリーが歌う、こちらもどこか古い教会の中にでもいるような気持ちにさせる曲ですね。4曲目 The Waiting on My Father's Hand、 チェンバロのような音色に乗ってリサ・ジェラルドが歌います。なんとも悲しみをたたえたような旋律です。5曲目 In the Kingdom of the Blind、 ブレンダン・ペリーのボーカルによるドラマチックな印象を受けるこの曲で A 面は終わります。B 面に移り6曲目 Chant of the Paladin、 タイトルにチャントとあるように宗教的儀式的な曲なのですが、ヨーロッパ的というよりはどこか異教の儀式といった印象です。1フレーズが延々と繰り返され、怖い感じさえしてきます。7曲目 Song of Sophia、 リサ・ジェラルドによるアカペラの短い曲です。大昔にタイムトリップしたような気持ちになりますね。8曲目エコラリア、打楽器のアクセントと男女ボーカルの掛け合いによる短い曲です。
これも何かの儀式的なものを感じます。9曲目、マザータング。これは完全にヨーロッパを離れ、このジャケットのように未開の地へ分け入っていくイメージです。アフリカンなイメージのパーカッションが曲を引っ張ります。10曲目ラストはユリシーズ。3拍子のリズムに乗り、ブレンダン・ペリーが歌うタイトルからしても神話的で壮大なイメージの曲です。と全10曲の収録です。ヨーロッパのクラシック、教会音楽から他の地域の民族音楽を取り入れ、独自の世界観を作り上げています。このアルバムがデッドカンダンスの最高傑作だという人が多いのもうなずける、そんなアルバムになっていると思います。自分がデッドカンダンスを知ったのはたびたび話していますが、 N 君っていう友達がいまして、中学生くらいの時に N 君の家によく遊びに行ってたんですね。で、お兄さんがマニアックなレコードをたくさん持っていて、その中でたまたまデッドカンダンスのファーストを聞いたんですね。で、それでジョイ・デビジョンみたいでかっこいいなと思ってカセットテープにダビングさせてもらったんですね。で、後からこのセカンドアルバムもダビングさせてもらって、で、セカンドでちょっとクラシックっぽくなったなとは思ったんですけど、ビートのある曲も結構あったんで気にせず聴いていたんですね。で、ちょっと時間が経ってサードアルバムはリアルタイムで聴いてなくて、それでこの4枚目が出た時に輸入版屋さんでこれを見つけて、デッドカンダンスだとか思って買ったんですね。で、聴いてみたらどの曲もクラシカルな感じで、乗れるような曲は全然入ってなくて、面食らいましたね。でもなんだかドラマチックな感じがして、で最後のユリシーズは最初に聴いた時から好きでしたね。何かこう視界がパッと開けて天に昇っていくような、なんかそういう心地よさを感じていました。その後のデッドカンダンスは1990年にアイオンを発表。こちらはヨーロッパの中世の音楽により近づいたアルバムになりました。1993年に Into the Labyrinth を発表。こちらはエスニックな要素が強まり、ダークなワールドミュージックといった表現がぴったりです。1996年にスピリットチェイサーを発表。前作の延長線上ですが、よりアンビエント感が増したでしょうか。その後1998年にグループは解散しています。リサ・ジェラルドはその後2000年に映画グラディエーターの主題歌を歌うなどして知られるようになります。そういった流れで龍馬伝のテーマも歌うことになったのでしょうね。その後2005年に再結成し、2012年と2018年にアルバムを発表しています。さて、冒頭で話したリサ・ジェラルドが何を歌っているかという話ですが、答えを言ってしまうと何も歌っていません。何も歌っていないというのは語弊がありますね。正確には異言、グロソラリアと呼ばれるもので、特定の言語ではなく体から湧き出てくる音を即興で歌っているようです。インタビューでは耳に聞こえないかもしれない言葉、周波数のようなものを歌っています。自分が魂で感じたものからできたのが今回の歌詞ですと語っています。これはデッドカンダンスの初期から一貫しているようで、彼女の存在をとても特別なものにしているところだと思います。ちなみにブレンダン・ペリーの方は普通に英語で歌っています。このリサ・ジェラルドのグロソラリアについては、去年のいつだったか中森明菜と昭和歌謡について非常に詳しく研究されている方がいらして、ツイッター上で中森明菜の不思議が黒糖ツインズの影響と言われているが、むしろデッドカンダンスではないかとつぶやかれていて、自分はハッとなりましたね。明菜さんが不思議で表現したかったのは、このリサ・ジェラルドの言う耳に聞こえないかもしれない言葉、周波数のようなもの、と近いのかもしれない、そう思いました。また日本でのデッドカンダンスの影響で個人的に思っているのは、魔法少女まどかマギカや鬼滅の刃などヒットしたアニメの音楽を多く手掛けている梶浦由記さん。彼女の作る曲はダークで
クラシカル、そしてエスニック、いろいろな要素が合わさったもので、そして歌詞のない女性ボーカルが頻繁に使用されます。こういった歌はカジウラ語と言われていますね。これらは明らかにデッドカンダンスの影響下にあると思うのですが、いかがでしょうか。ちょっと飛躍がありますかね。はい、今回はデッドカンダンス紹介しました。80年代当時、自分はこれをロックのアルバムだと思って買ったのですが、結果全く違う世界に誘われてしまいました。これが当時の英国のシーンの面白いところで、輸入版レコード店では、ロックのカテゴリーにこれが置いてある。デッド・オア・ライブとかの横にこれが普通に置いてあったんですね。なのでロックとかポップだと思ってこれを買っちゃった人も、自分以外にもたくさんいたんじゃないでしょうかね。いや、このジャケットだったらそんなに間違わないですかね。こういった、クラシカルなまたはエスニックな音楽も、ポストパンクと一緒に出していた 4AD というレーベルの凄みを感じます。はい、今回はデッドカンダンス紹介しました。このチャンネルでは音盤よまよいごとといって1枚のアルバムをじっくり喋るシリーズと、ジャンルを解説したりする特集企画、あと楽器も弾いてたりするんで、よろしかったら他の動画も見てやってください。ではご視聴ありがとうございました。